今日はジェルブラシメンテナンスをしていこうと思います。今日は新しい筆を下ろしていこうと思います。こちらは NP ビルダーという筆になりまして、ちょっと硬めのナイロンブラシになりますね。でこちらの方外していきます。で外すとここの部分にしっかりのりがついて、形が整っていますので、そちらののりを外していこうと思います。のりはこういったペーパーで揉みほぐすっていうのが一番いいですね。こんな感じです。であまり力を入れてしまうと、良くないので、ちょっとこう軽めに揉みほぐしていくといいと思います。そうするとちょっと柔らかくなってきます。私はさらにオレンジウッドスティックなどを使ってこう白くなる、こうこすってると若干白くなることがあるんですね。スカルプチャーのコリンスキーのブラシとかもすごいのりがついていて、めちゃめちゃ形整えてるので、それでしっかり取っていかないと先が割れてしまったりとか、もう先が割れてしまうとずっと先が割れてたりとかして、もう本当に使いづらくなってしまうので、結構こののりを取り除くっていう作業は大事かなと思います。こんな感じですね。そうしましたら、その後はエタノールとかでもいいんですが、私はこういったそうですね、エタノールですとか、ジェルについた、ブラシについたジェルの洗浄とかですね、そういったものがこう使用方法とかに載っているものを使って、こちらで一度のりを洗っていくような感じです。この時もグッと押しすぎてしまうと、やはりブラシに負担がかかってしまうので、優しく、そしてまたペーパーで拭いていきます。新しいペーパーで拭いていきます。洗浄用にこういった、ポットがあると便利かなとは思います。で今こうのりが完全に取れた状態になっております。でこの後ですね、しっかりクリアジェルを混ぜて、筆に含ませていかないと、ちょっとこのままだと割れてる状態になっていますので、あまり良くないです。でクリアのジェルを取ってパレットの上などでしっかり、これはもう本当に金具の方まで、金具のもう根元の方までしっかりなじませていきます。なじませることによって、カラーのジェルとかも入りにくくなりますし、なじみも良くなりますね。でしっかりなじんだなと思ったら、ペーパーで余分なものを拭いて形を整えておしまいです。これでカラージェルが塗れる状態になります。キャップをする時もしっかりまっすぐ入れてあげてください。チャンネル登録お願いします。